皆さんこんばんは、あやからです。皆さん結婚式の3本立てのビデオ、これじゃ6本だけど3本立てのビデオに温かいコメントをたくさんありがとうございました。本当にね、みんなのコメント見ながらもダーっていう感じで、改めてこの YouTube のコミュニティが本当温かくて優しくて愛にあふれたコミュニティだなっていうのを感じてすごく嬉しく思いました。皆さんありがとうございます。で、先週のビデオでお伝えしてた通り、今日は結婚式についての Q&A のビデオになります。皆さんからもらった質問、費用いくらだったとか、大変なことなんだったとか、感動したの何とかっていう質問に今日はビシバシ答えてまいりたいと思います。では早速参りたいと思います。結婚式をやろうと思ったきっかけを教えてください。はい、これは2人でなんとなく結婚式やれたらいいね、いつかできたらいいねぐらいに思ってたんですけど、2人で友達の結婚式に行った時に、なんて素晴らしい会なんだこの結婚式というものはっていうのを改めて感じて、めっちゃ泣いてしまいました。結婚式でもう友達が入場する前に姿がちらっと見えた時点でもう泣いてしまって、もう5回ぐらい泣きました。式の最中にこれだけたくさんの人がこの2人をお祝いするためにこうなんていうの、愛情とあとはこう喜びとっていうこの超ポジティブな気持ちが一挙に集まったこの回、本当に素敵素晴らしいと思って、ですごい楽しかったのもあったし、こういう会を自分たちの大切な人たちと一緒に開ける機会があるんだったら、チャンスがあるんだったら、言い訳があるんだったらぜひやりたいと思って、その結婚式に行った後から本腰入れて準備を2人でし始めました。次、おめでとうございます。ありがとうございます。裸足で結婚式しようと思ったきっかけは何ですか？はい、これたくさんの人が聞いてくれてたんですけど、裸足でやりたいっていうよりは外でやりたいっていうイメージが結構固まっていて、自分の中で裸足で行けるぐらいの堅苦しくないカジュアルさと、裸足で行けるぐらいの天候で、裸足で行けるぐらいの場所、芝生でなんかこうみんなで楽しくできたらいいなっていうイメージがあったので、どちらかというとそのなんか裸足で行けたらこういういろんなことがこう叶うなっていう感じで、はい、裸足でしたいっていう、全部を表現するのにこの言葉が合ってるっていうか、この言葉になるかなっていう感じの、はい、シンボル的な意味合いでございます。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。ガーデンウェディングをする上で大変なことは何でしたか？はい、これは、普通の結婚式場で挙げてないので、逆にそっちの大変さとか比べてどうとかっていうことが話せないんですけど、会場が結婚式をまだやったことがない会場だったので、そういう意味では私たちよりはプランナーさんの人がこうオーガナイズするのが大変だったかなっていうのと、あとは夜やっぱりちょっと寒かったかなっていうぐらい。野外結婚式憧れます。当日の天候がわからないのでバックアッププランも検討されましたか？はい、これもたくさんあったんですけど、我々してなくて、絶対晴れるでしょっていう強気の引き寄せる感じで、明日晴れるといいね。いや、晴れでしょ。晴れだよね。絶対晴れだよね。晴れしかないよね。ちょい曇り。晴れでしょ。絶対。じゃあ晴れだよ。絶対晴れる。運がいい人いっぱい来るから絶対晴れる。プランナーさんには1週間ぐらい前に、天気予報によってはバックアッププランも用意しましょうかねぐらいの感じでした。ただその敷地内に、皆さんゲストが入れるようなスペースがあったので、最悪そこでできればいいかなぐらいの感じで、晴れるっしょっていう感じで、はい、挑みました。結婚式で一番こだわったところ、重点に置いたところは何ですか？これはもうゲストがいかに楽しめるかっていうところにすごい重点を置いてて、だからお料理のこととか、あとはその座席のこととか。でもここはだってコメちゃんピッチャー、マサピッチャー来てるよ。Dude, well played。見てる。あとこういうのがあったら喜んでくれるかな、こういうのがあったら
楽しんでくれるかなっていうのが一番私たちのこだわった、ところです。次、やってよかったことを少し後悔していることありますか？これはやってよかったのは、まずは両親への手紙。私ギリギリまで迷ってて、なんか二人でじゃない、二人にプライベートでそういう気持ちを伝えてもいいかなって思ってて、結構ギリギリまで悩んでたんですけど、実際やってすごい喜んでくれたし、私の思いを感じてくれたゲストの皆さんからの思いとか愛情とかもうちの両親に伝わったんじゃないかなっていう瞬間があったので、それはすごいやってよかったなっていうことで、もう一個やってよかったことがあって、使い捨てカメラを、テーブルに何個か置いといてみんな自由に撮ってくださいっていうのをやったんですよ。でもちろんオフィシャルのカメラマンの人も入れていて、だけど友達同士で撮ってる時ってみんな表情が違うので、すごいいい写真がね現像したらいっぱい出てきたから、それは本当やってよかったなって思ってます。で、少し後悔してるのは、もう本当に忙しすぎてブライダルエステとか自分のこの結婚式に向けた準備を楽しむ余裕とか時間とかがなくて、もっと自分のためのイベントでもあるから自分のためにいろいろしてあげてもよかったな、できたらっていうのはちょっと後悔したかな。次、結婚式準備期間に喧嘩はしませんでしたか？結婚式の準備で夫婦で揉めることはなかったですか？うまく2人で進める方法を知りたいです。結構した喧嘩。もう本当に忙しいから自分の気持ちに余裕がないっていうのがまず一つと、あとはやっぱりこう2人で何かを決めるっていうのはやはりどうしても摩擦が起きる瞬間があって、その上心に余裕がないから喧嘩は結構しました。で、2人で進めるにあたってうまくやるコツみたいなことに関してはやり終わってから思うけど、もう担当を完全に分ける。相手が片付けた仕事には口を出さない。もうそれは相手にもう 100% の信頼を置いて分担して、向こうがやったことこっちがやったことにはお互い口を出さないっていうのがいいかなと思いました。全部一緒に決めようとするとやっぱり時間もかかるし、2人のスケジュールすり合わせたりとかっていうところもあるので、手分けしてやるのがうまくもっといくコツかな。次、結婚式のお金の予算は決めてましたか？トータルの費用を教えてほしいです。こちらはなんか予算は決めてなかったけどシビアではありました。なんかもちろんみんなに楽しんでもらいたいから、みんなに楽しんでもらうところに関しては妥協しなかったけど、でもここいらなくないみたいなところに関しては結構もう切り捨てて節約してっていう感じでしたかね。なんかここまでに絶対抑えたいからこれもあれも切るっていうよりは、これは優先したいからこれに渡して、これは別にいいからこれには出さないっていう感じでお金のことは決めてました。で、トータルの費用は新車のいい車が買えるぐらいだったかな。私は全然結婚式の知識がなかったので150万ぐらいでできるのかなと思ってたけど、全然甘かったですね。次、動画内でケーキの話がありましたが、お金をかけるかけないの基準はありましたか？絶賛悩み中。自分たちが大事にしてるところはお金かけて、別にいらないよねっていうところはもう限りなくもう切って節約してっていう感じで、例えば会場は本当に自分たちの理想があったので、会場のお金とか、あとはその泊まりの結婚式がかかったからそのお部屋のこととか、あとはお料理はやっぱ皆さんに楽しんでもらいたいのでお料理にはしっかりお金をかけたし、削ったところで言うと結婚式して披露宴の最中の音楽とかは DJ さんを雇ったりとか PA さんを雇ったりとかしなきゃいけないのでお金がかかるから、別に Spotify の結婚式のプレイリストで良くないって私たちはなったので、そこを削ったりとか、あとはお花やっぱすごいお金がかかるので、大事なところ、その祭壇のバックグラウンドになるところにはしっかりお金をかけたけど、ご飯がビュッフェだったんですけど、そのビュッフェのところにもお花の飾りの提案をいただいてたんですけど、ここは大丈夫ですとか、あとはそのテーブルのお花は、大自然の会場でやったからなんですけど、自然もあるしっていうところで、このテーブルに飾ってあるお花がすごい
豪華になるよりは他にみんなに楽しんでもらうところにお金をかけたいよねってなって、そこは本当に寂しくならないギリギリぐらいのお花の飾りにしたりとか、司会だったり受付だったり、あとは介添人ってドレスを裾とかブーケとかをさばいてくれる人がいるんですけど、そういう人とかは友達に頼んで、最後とかはもう何千円とかのレベルでここ削れます、ここ削れますみたいな感じで削ってたかな。次、8月に挙式予定しています。おめでとうございます。ブーケ参考にさせていただきたいので見せてもらえたら嬉しいです。はい、ブーケこちらになります。次、結婚式のメイクで意識したことありますか？華やかにしたいけどただ濃いのは嫌で難しいです。もうね、これはね、わかるな。なんかスペシャルだからいつもと違った感じとか、いつもよりスペシャルな感じにメイクをしたい気持ちはすっごい分かって、でもどうしてもそうするとプラスの方向に進み、なんか濃い感じの方に行ってしまう気がするので、何かをいつもより足すっていうよりはちょっと色味を変えたりとかするのがいいのかなと思ってて、今回私メイクアンナくんにお願いしたんですけど、いつもだいたいブラウンのアイシャドウとかを使ってくれるんだけど、それをちょっとピンクっぽい感じ、ちょっとフェミニンな感じのアイシャドウを使ってくれたりとか、チークもピンク味が強い感じの色にしてくれたりとか、リップもほんとそんな感じでキラキラいつもより少しだけ足したりとかっていう感じでした、私のメイクは。次、背中のケアはどうしてましたか？はい、背中のケアに関しては、これもさっき話してたんだけど、ブライダルエステとかやってる時間が本当になかったので、もう自分のセルフケアしかやってなかったんですけど、私はこのロンハーマンの前にも YouTube で紹介したことあるこのブラシで週に1回5日に1回ぐらい背中ゴシゴシしてケアしてました。そんぐらいしか私やってない。でもこのブラシ前に紹介した時も言ったけど、本当に肌ツルツルになるので、背中だけじゃなくて肘とか、あとはお尻とかやると本当にね、ブラシでこんなに肌変わっちゃうのっていうぐらい衝撃レベルで肌が変わるので、すごいおすすめです。これまだ売ってるのかな？でも売ってもらわないと困るぐらいすごい好きなんだけどな。売ってんのかな？次、花嫁ネイル見たいです。花嫁ネイルはね、これ前にも YouTube で紹介したこのウカの、0分の2です。今これ塗ってるこのネイル、私が一番気に入ってるネイルなんですけど、これを手と足自分で当日塗りました。次、いつもかなさんのかっこいいインスタと YouTube 見てます。ありがとうございます。結婚式で一番感動した瞬間はいつでしたか？これはいっぱいあったんだけど、一番心を揺さぶられたのが、バージンロードを歩く前にお父さんと一緒に歩いて行った時に、お父さんがね、泣いちゃいそうな自分をこらえるためになんか笑ってごまかすみたいな瞬間があったので、その時になんか泣いちゃうかもって自分でも思ったし、あとはこんなに喜んでくれて本当に嬉しいなって思ったし、あとベールダウンの時にお母さんがベールダウンをしてくれたんですけど、なんかそのベールをきれいにして、その後にうるっと来て泣いちゃいそうになってるお母さんを見た時も本当に泣いちゃうって思いましたね。やっぱり両親が喜んでくれている姿を見た時が一番、感動しました。もちろん夫とのモーメントもすごい感動した時があったし、あとは遠目からゲストみんなが楽しんでくれてる姿を見たりしてる時もすごい感動したけど、一番はどれって聞かれたら本当両親にまつわるモーメントが一番感動しましたかね。次、結婚式を挙げずに30年経ちました。今からするのどう思われますか？いいと思う。すごいいいと思います。もちろん結婚式っていう形でもいいし、あとやっぱ30年一緒にパートナーと仲良くいられるっていうことが本当に祝福すべきことだと思うし、素晴らしいことだと思うので、そのお祝いも兼ねて
でその30年の間に夫婦で一緒に友達になった人たちとか、30年の間でこうできたね、そのコミュニティっていうか人間関係みたいなのも絶対あると思うから、今まで友達だった人、家族の人、大事に思ってくれてる人とする結婚式とはまた一味違った、すごいもっと深い、もっと楽しめる会になるんじゃないかなと思うので、すごいいいと思います。ぜひやってもらいたいです。次、結婚指輪、婚約指輪はどこのものでしょうか。はい、もうこれもずーっと聞かれててね、今回の Q&A も3割ぐらいはこの質問で、ずーっとビデオをやる詐欺してるんですけど、ついに来週、はい、ビデオを上げます。結婚指輪選んでるところとか、届いたところとか、もうビデオを撮っていて、編集だけ遅れて、はい、ずっといたんですけど、時間かかってすいません。でも来週やります。なので楽しみにしていてください。今週も最後まで見てくれてありがとうございました。それでは次のビデオまで。またねー。